今夜どうもあゆです。ということで、最新版のねティア表ってやつをね作っていきたいと思います。はい、ティア表は全然作ったことがないのでちょっとワクワクしながらやっていきますね。はい、上に行けば行くほどピエロに対して強い、ピエロがきついキャラってことになりますのでやっていきましょう。はい、騎士もいるのでね、じゃあまずは幸運寺から。幸運寺ははい A です。はい、幸運寺は A ですね。アイテムがね強いんで、香水だったり銃だったりね、ダッシュ止める手段があるんだけれども、まあそんな脅威じゃないだろうってことで A に置いておきます。はい、次石 S です。はい、石回復早いんでね、ドリル入れたサバイバーだったりドリル入れた石に対してねかなり早めに回復されちゃうんで、石は S です。はい、自分で回復できるのも強いですね。弁護士 B。 はい、弁護士は BC、迷いどころなんだけれども、全然 OL キャラなんでね、B ですね。泥棒 A、 泥棒 A ですね。これ左に行けば行くほど強いって感じでやっていきたいと思います。はい、泥棒はライトを当てればダッシュ止めることができるんだけれども、チェイスでは止めらんないから、ほとんどの場合補助で来る場合がねめちゃくちゃめんどくさいね、泥棒は。庭師 A。 はい、シンプルにカゴが強い。はい、カゴが強いです。カゴつけて強いポジションに移動されるとかが普通に嫌なんで、庭師は強いです、ピエロに。マジシャン、マジシャンはすごい迷い時なんだけれども、一旦 SS に置いとこうかな。はい、ステッキでダッシュ潰せるんで確定で強いです。冒険家 S。 はい、ダッシュ中ドライブ中にね冒険家の索敵なんて絶対できないから、で放置しとけばちょっとめんどくさくなるし、冒険家は S です。傭兵 A です。はい、傭兵ピエロにとって SS ではないんですかといって C でもないって感じで A ですね。ドリル入れてダウン放置しとけばかなり時間取れるんだけれども、肘当てでねいきなり救助来たりだとか DD 回避で肘当て使われるとかなりめんどくさいです。祭司、はい、SS。祭司はいつもバーンしてるんでねあんま戦わないんですけども、昔戦っててボッコボコにされてるんで S です。はい、ワープでもうほとんどの場合ダッシュ当たらないんで。空軍 S です。はい、シンプルに強え、シンプルに銃が強え。推進機1個潰されるってピエロ目線きついし、 DD も取りにくいんで、空軍って救助した途端に銃撃たれたりとかしたら DD も取れないんで S です。義士は S です。はい、義士もピエロにめちゃくちゃ強いです。解読放置したらでめちゃくちゃ解読早いし、追ったらでねもうめんどくさいな。義士はロボにダメージを与えるんだったら推進機それで1個なくなるし、でロボを壊してから義士を撃うってなってもそのまま時間かかるし推進機も減るできついで S です。オフェ B です。はい、オフェはいくらボールで逃げようとしたってね、推進機のピエロには全然逃げられないんで、いつでも追ってくるんでね、後ろから。オフェは B です。救助の確定球がちょっとめんどくさいぐらいかな。けれどもね、オフェなんで初動を追っちゃえば全然大丈夫なんで B です。はい、心眼迷うけどC かなと見せかけて B です。はい、心眼もシンプルにめんどくさいです、隠密が。隠密されたところでなんでね、一人飛ばした後とか瞬間で心眼いっちゃえばいいし、初動なんて心眼見つけられたらめちゃくちゃラッキーなんで、もう絶対にボコボコにできます。けどね、ツエトン隠密が俺で隠密探すの苦手なんで、隠密探すの苦手な人は B です。隠密めちゃくちゃ探すの得意って人は全然 C で大丈夫だと思います。調香師 S です。はい、調香師もシンプルに強いよね。香水でダッシュ無効ができるって点が。だからなんだかんだね、調香そんな強くないって他では言われてるけど、ピエロに対してはかなり強いです。カウボ
カウボも迷いどころだな。B ぐらいにしとこうかな。縄でね、ダッシュは止めることできないんだけども、粘着がかなりめんどくさい。じゃあめんどくさいね。けどそこまで脅威じゃないです。踊り子。はい、B です。はい。オルゴールで遅くされたところでね、ダッシュはサバイバーより全然速いんで、青のオルゴールで減速されたとしても踊り子には全然追いつけます。占い師。はい、S です。はい。占い師もバーンしてるんでね、占い師もマジで強いです。ファーストチェイスとかね、ピエロファーチェが命なんだけど、いや、これ、届くって言った時に、占い師がフクロウを見てて、フクロウで止められるとかマジできついんで。占いは SS です。弱体化されたとて SS です。脳幹視。心眼 B かな、心眼いいかな。脳幹視は全然ね、いくら距離離されたところでね、脳幹で距離離されたところでね、ピエロは全然推進機で追いつけるんで、そこまで脅威じゃないですね。炭鉱車。はい、S です。はい、磁石で止められちゃうんでね、マジで嫌です。磁石で止められるのは強いです。粘着もね、めちゃくちゃされちゃうんで。ジュジュ。S です。はい、シンプルに1スタンでダッシュ止められるのがきつすぎる。推進機と1スタン、ダッシュと1スタンって考えた時に割に合わなすぎる。マジでジュジュは嫌だ。でも SS に行かない理由としては、他のキャラに比べて対処はできるかなって感じですね。じゃあマジシャンここら辺かな。そしたら野人。野人は傭兵の後ろぐらいにしとくか。なんだかんだね、イノシシ乗られちゃうとピエロきついんで、野人もあんま好きじゃないな。俺は相手にいるとうわ面倒ってなるね。極芸師は炭鉱の後ろぐらいの S にしとこうかな。赤玉がシンプルに強いってのと、弾が強い。普通にチェイス能力が極芸は化け物すぎる。一等航海士。一等はオフェと一等だったらどっちが嬉しいかな。一等かな。一等は B です。はい。懐中時計使われたとてピエロはもう適当にブルンブルンやっとけばね、当たるんで。バメ。はい。ここ SS です。はい。シンプルにお酒が強すぎる。ドリル入れてダウン放置とか、ドリル入れてタゲチェーンとかで立ち回りができなくなるんだよね。ほんと、バメのお酒でファンってすぐ回復されちゃうから、ドリルの効果無視できるんだよね、バメ。全体負荷がね、得意としてるピエロにはめちゃくちゃ相性悪い。ポストマン。迷うな。ポストマンはS よりの A かな、傭兵下の。ポストマンは犬が強化されてからね、ダッシュ止めれるようになっちゃったんで、それが本当にでかい。それのせいでマジで嫌になった。ポストマン昔までね、犬でダッシュ止められなかったのに、ダッシュで止めれるっていうのがもう本当に強いの。だからもうその強化のおかげで A ですね。墓守。墓守はB かな。B ですね。基本的に初動墓守を打ったことがないから救助盤面の話になるけれども、墓守は DD 取りやすいんだよね。潜ってから来るじゃん、墓守って大体。だからそうするとね、救助した後伸びる手段がないから墓守 DD 取りやすいです。なので B です。囚人。はい、S です。はい、個人的にはジュジより囚人の方が嫌です。囚人はパッチンでダッシュ止めれる。プラス解力がめちゃくちゃ速い。で、プラス、囚人は、その強ポジとかから安全圏な場所で伝送してくるんでめちゃくちゃ嫌なんですよ。ダッシュが通らない場所で伝送してるんで。本当にピエロ目線囚人きついです。はい、昆虫学者。これはみんなも知っているであろう SS 最強です。はい、昆虫無理です。もうどうあがいても無理です。正直昆虫とね、祭祀は、昆虫祭祀、占い師、ここら辺は同じぐらいきついんだけれども、でもトップかな。考えると昆虫学者は。それぐらい嫌です。画家は、
迷うけど、S かな。1打目はね、簡単に入れられるんだけど、絵を描けるようになってからがね、めんどくさくて、ダッシュ確定で2回止めれるから、確定。ピエロ下向いたままダッシュできた、ちょっとはできるんだけども、下向いた状態のダッシュは確定で A 見ちゃうんで、ダッシュ中に A 避けるってことは絶対できないんで、これは S ですね。バッツマン。はい、S です。はい、バッツマンもシンプルに、ボール避けるのが大変すぎるし、狭い場所だったらボール避けれないから、そこのとこが本当にきついね。なので S に置いておきます。で、おもちゃ職人。これも迷うんだけど、おもちゃ職人とかも時と場合による強さを持っているんだけれども、A かな。シンプルに補助が強いな、おもちゃ職人は。仲間にステッキあげたりだとか、その強ポジに移動する板車を置いたりだとかが強いんだけれど、そこまで脅威じゃないかなって感じで、2回壊しちゃえばもう何もできないんでね。で、距離を伸ばす、距離を離すための板車だったら、ピエロ全然距離値には強いんで、これは A です。はい。今のところ C がいないのがまずいんで、ちょっとここら辺で C を作っておきたい。はい。患者 C にしとくじゃ。C が見当たらないんだよね。患者C 寄りの B の後半。今ここの2択で迷ってるんだけれども、C にしとくか。患者は基本的に距離値するキャラだけど、ピエロ距離値にめちゃくちゃ強いんで、これは C です。患者がいるときは全然ウッキウキで患者狙ってます。心理学者、これみんなね、迷いどころかもしれないですけど、心理 SS です。はい、めちゃくちゃ嫌いです。シンプルに3発受けれるっていうのがピエロに対してきつすぎて、初動はもう追えないし、3発なんてピエロきついから。推進機で一撃からの鬼没で一撃がピエロの流れなんだけど、プラス一撃ってなるともうきつすぎて、だからかといって放置してると回復されちゃうから、ドリル入れたのに心理で回復されちゃうとかあるから、もう SS で心理大っ嫌いです。小説家。S かな。小説家もシンプルに強いよね。確定でダッシュ止めれる手段が持ってるっていうのは。けどあれも意外と溜まるの遅いんでね。ダッシュ中に、ピエロのドライブ中に後ろ見てチェイスとか難しいから、一回確定で止められるっていう手段持ってるのは嫌だけど、そこまで脅威じゃないかなって感じで S です。でも粘着が嫌だな。はい、教授は C です。ここでやっと、患者と教授 C コンボ来ましたね。はい、教授の鱗はね、ピエロのダッシュ止められないんで、もう無力です。かといって解読速度もね、めちゃくちゃ速いわけじゃないんで、全然大丈夫です。教授の特性の 0.5 ダメを1回無力化するってやつもピエロには関係ないんでね。少女は、かな。かけらでダッシュ止められるのもきついし、憑依もなんだかんだきついし、初手の瞬間移動もきついし、で、少女はなんだかんだ嫌ですね。なんで A に置いときます。で、泣きピエロは、はい、S です。はい。泣きピエロ S に置いておきましょう。はい、泣きピエロもね、ロケットをピエロに当ててくるんですよ、最近の泣きピエロは。そうするとダッシュ確定で止められちゃうんで、めちゃくちゃきついんですよ。なので、泣きピエロ S にしておきますね。ここはでも正直迷いどころ。骨董賞。S ですね。でかなり上目の S。骨董も強い。賞を一発食らうだけでピエロ無力化なんでドライブも止められるしって考えると、ピエロに対するサバイバー強いのばっかやな。ピエロきつすぎだろって思うんだけど、骨董は正直避けれるっちゃ避けれるんだけども、噛み合わないってことがよくあるんで、そうすると骨董めちゃくちゃきつくなるんで、骨董 S に置いておきます。作曲家B の一番後ろかな。作曲家もね、弱いっちゃ弱いんだけれども、足速いスキルあんじゃん。あれなんだかんだピエロきつくて、
存在感溜まってない時のピエロのダッシュと同じぐらいのスピードなんで、作曲家。だからそれがきついんだよね。まあでもそこまでチェイス能力もないんで、推進機さえ巻いちゃえば全然大丈夫って感じで。推進機、存在感1の時のダッシュと同じぐらいなんだ、作曲家。だからそれがちょっときついけど、まあ推進機巻いちゃえば全然 OK ので、汽車。いや、これね、めちゃくちゃ迷ってる。汽車は、いや、俺、こうだわ。いや、マジで。これ、こうです、汽車。SS です、はい。補助もめちゃくちゃ強い。救助も DD 取れない。で、チェイスもできない。めちゃくちゃ汽車嫌です。はい、ここで汽車1位に行きます。汽車一番嫌いです。エンジニア。B かな。まあ対空でピョンと上に飛ぶやつね。それでダッシュ止められるっちゃ止められるけど、大体避けれるんでね、あれは。それ以外はただ距離を取るっていうスキルなんで、ピエロには無力なんで、ここは B です。応援団。B ですね。はい、応援団も基本的に距離を離すっていうスキルなんで、ピエロと相性がいいんですよ。なので、ここは応援団は B に置いておきます。人形師。人形師は S です。はい。人形になられた状態で強いポジションに行くだったり、人形になって突っ込んでくるとかだとダッシュ止められちゃうんだよね。それがもう本当にきつくて、4回受けれるってわけじゃん。めちゃくちゃきついんだよね。火災調査員。はい、SS です。はい、狭い通路にボールポンと置いちゃえばもうピエロに対するもう安全場所を一瞬で作れるんでね。ボールポンと1個置かれただけで絶対ダッシュ入らないポジションとか多いから、火災はマジで嫌です。めちゃくちゃ強いです、ピエロに対して。レディーファロー。出しちゃうか。C です。はい。いくら透明になったところでピエロ適当にブンブンやってればね、当たるんで。で、なんだかんだファーチェもめちゃくちゃ追えるから、全然 C。これ最高。騎士。これ迷いどころなんだけど、まあ B の1位にしとくか。まあファーチェとかね、追うんだったらめちゃくちゃ騎士を追うの好きなんだけども、救助盤面の騎士が強くてね、DD 取れないから、救助が強いから B っておかげで、まあチェイスとかに関したらもう C の一番下です。騎士はピエロに無力なんで。って感じかな。これかな、完全版は。もうちょっと見直してみる。まあでもこれぐらいがな、妥当だと思うんだよね。見た感じ。これが決定版にしようかな。これですね。まず SS。もうね、記者が SS の1位なのはびっくりするかもしれないですけれども、この前記者1位の人と当たったんだけど、もうやばかった。もう無力、何もできなかった、ピエロってぐらい記者無理だったんだけど、まあでも SS はもうお決まりのメンツって感じだよね。きついって、まあジュジュ SS には入れるか迷うんだけれども、まあそこまで、まあ、対処できるっちゃできるって感じなんで、これぐらいですね。ということで、じゃあ、まあ、SSS とかがね、いっぱいいるときは認知ガードなども考えてね、やってみるのもいいかと思います。はい、S マイナスになっちゃったな。ということで、じゃあ、これが最終版です。ご視聴ありがとうございました。またね。